おはようございます。阿部義俊です。今回はアウトドアメーカーのスント様から商品提供をいただきました。スントのウィングというモデルの骨伝導ヘッドホンです。僕は、骨伝導ヘッドホンがずっと好きで、特に、過去にずっとショックス、元はアフターショックスですけど、というメーカーの、これはオープンムーブで、その後でオープンランというモデルを使って、今このオープンランプロというモデルをずっと使っていて、で、最近ショックスがオープンフィットっていうその耳に引っ掛けるタイプのイヤホンを出したりして、それとこっちのオープンランプロを交互に使ってるみたいな状態だったわけですけど、そこでちょっとスント様からこのウィングというモデルを提供いただいたんで、ちょっとそのあたりと比較しながらレビューをしていこうと思います。箱開けるところとかはいいかなと思ったんだけど、なんか箱がとっても良くて、今1回開けてもすでにその3週間ぐらい使い込んでるんであれですけど、今なんか本来はここにカチッとそのシールで固定してあるんで、こっちからこう開けるとこれがこう現れるという状態だったわけですけど、もう1回使ってシール剥がしちゃってたんで、そのこっちを開けるとこれがガタッと落っこっちゃったりしたんですけど、ライトは今だからその充電中のモードで今ここ箱入れたんでついちゃってますけど、基本的にはもちろんよいしょ、新製品を買って使う時にはこんな形で電気ついてるわけではないです。念のために言うと。というわけでデザイン的にはこういう形で、このウィングは、ここがこういう赤のちょっと特徴的な目立つモデルと全部黒のいわゆるそのあまり目立たないモデルと2つあるんで、それは好きな方を選ぶといいと思います。今回は赤の方を提供いただいて、最初耳目立つかなと思ったんですけど、なんていうかな、特徴的でいいですよね。使ってるっていう感じがして。ちなみに箱のデザインとか非常におしゃれで、いいと思います。なんかこの印刷とか、あと中に、これ入れるケースが巾着がついてきていて、この辺りも非常に、いいと思います。なんか材質が非常に良くて、僕自身はなんていうかむき出しで持ち歩いちゃうタイプなんで、これは何か別なものを入れるのに使ってしまいそうですけど、袋自体は非常におしゃれでいいですね。付属品としてはなんか巾着と耳栓と USB ケーブルかな、あとは説明書と保証書とっていう感じで、こんな感じの構成になっておりますと。そうですね、使い方としてはここに一時停止ボタンが左側のこの耳のところにあって、でこっち側にボタン長押しで3秒長押しで電源のオンとオフ、5秒、長押しし続けると、Bluetooth のペアリングのモードになります。で、こっちが音量プラス、こっちが音量マイナス、電源入れた後は音量のボタンになってますと。とりあえず電源入れてみます。こんな感じで、ペアリングするとここがちょっと光ったりします。常時、オンにしたり iPhone のアプリの方でなんか SOS みたいなモードがあったんで、もしかすると何かその山登りしてる時とかになんか緊急の時にこれをちょっと光らせておくみたいなモードもあるみたいです。で、付け心地的にはもう付け外しに関してはこの耳に引っ掛けるだけで、僕はだいぶ頭大きい方ですけど、このサイズは多分ワンサイズだと思うんだけど、十分余裕があって、後ろ少し余裕が、隙間があるぐらいです。ただ、これをつけて歩いても走ってもこれがなんかブラブラしたりグラグラしたりすることはなくて、付け心地的にはよく考えられてるかなと思います。同じタイプの骨伝導でいうと、だからこのショックスの、ものよりも比較すると明らかに一回りでっかいんですよね。でっかいんですけど、付け心地的にはだからそのオープンランプロの方がややきつめで、この耳のアーチなんかも、ちょっと小さくて、これサイズがいくつかあったのかな。でも僕多分もしサイズがあるんだとしたらでかい方を買ってると思うんで、こんな感じだと思うんですよ。だからだいぶサイズ的には、同じようなその骨伝導のモデルの中でも、大きめの、タイプになります。付け心地的にはなので、だいぶ余裕がある感じです。で、今までこのオープンランプロの方を使ってた時には、これ自体でその付け心地がきついと感じたことは全然なかったんですけど、しばらくこれを使ってみてこっちに慣れてからこっちに戻ってくると、やっぱりワンサイズちっちゃいんで、ちょっとその付け心地的に硬いなとか、ちょっとこめかみが締まってくる感じはありますね。だからこっちを長く使っているとこれに慣れてくるんだと思うんだけど、なので割と大きめに作られてるんだけど、つけて見るとその圧迫感がなくて、かつ使っていてそのグラグラ全然しないっていうのは、なんかよくできてるちょうどいい絶妙なこのなんていうかな、このアーチの強度になっていて、この辺りは非常によく考えられて作られてるなと
思いました。あとすごくいいポイントとして、これなんか自分だけなのか、よくみんなに起きてる現象なのかよくわからないんですけど、ずっと僕の iPhone は今 iPhone13 Pro Max を使ってますけど、その前の12だっけとか、その前の10とかの頃からずっと一貫して、こういう外付けのイヤホンに Bluetooth でつないで一時停止ボタンを押すと、音楽は一時停止してくれるんだけど、これがYouTube とかなんか他のいわゆる再生するメディアに関しては一時停止が効かないんですよね。でオープン、ランプロもここにやっぱり同じようにスタートストップボタンみたいなのがついてるんだけど、全く効いてくれなくて、地味に不便じゃないですか。ちょっと道歩いてるとか、例えば家の中で使ってて家族に声かけられて、これ骨伝導なんで外のからの声は聞こえるんだけど、それでも例えば話をしようと思ったらちょっと一時停止したいじゃないですか。でもここを押しても一時停止しなくて iPhone の方出して止めなきゃいけなかったりして、ちょっとまどろっこしかったんだけど、これはいつもじゃないんだけど条件によってはちゃんと一時停止が機能してくれて、それはすごくありがたいですね。普通のこと、もしかするとだから Android とか、あるいはだからiPhone でもできる人もいるのかもしれないです。なんかうちの環境だとなぜかそれがうまくいかなくて、こいつはうまくいく、絶対じゃないんだけどな、なんかバックグラウンド再生の時はうまくいかないとか、なんかちょっと条件があったりはするんだけど、でも一応押したら止まることが多いんで、それはすごくありがたく思ってます。割と使い心地に関して言うとそれすごい大きな要素だったんで、そこはいいかな。音質に関しては、これ単体で聞いてる分には全く問題なく、骨伝導なんで耳に直接いわゆる音を出して、音を聞かせるスピーカーに比べると、骨伝導ってどうしても音質で大きく劣るっていう特性があって、耳でこめかみの振動で音を聞く、機械なので、こうやってつけていても見えるかな、髪型があれで申し訳ないですけど、だから耳は完全に塞がってないわけですよ。なので、外の音が常に完全に聞こえていて、でこれ面白いことに僕はもう使い慣れてきちゃったんで、もうあんまり違和感感じないけど、最初に使った時には何かここからだから音が聞こえてくる感じがあるわけですよ。なんか頭のこの中心から突然音が湧き出してくるような感覚があって、何かなんか天から声が聞こえてきてるみたいな感じがして、ちょっと不思議な感じだったんですけど、何が言いたいかというと、耳から聞こえる音とこの骨伝導で聞こえてくる音ってなんか別な音として聞こえるんで、意外とこっちで結構大きな音で何かを聞いてたとしても、外から入ってくる音はなんか別ルートで入ってくる感じがして割と聞き取れるんですよね。それが例えば AirPods みたいに耳にこうガチャッとつけて完全に耳を塞いじゃうタイプのやつで、機械的に外音取り込みの機能あるじゃないですか。あれとかに比べると音が分離してるんで、外の音を聞きやすかったり、ちょっと声かけられた時とかに別に止めなくてもめちゃくちゃ大きい音じゃなければ普通に会話ができて、こっちの音を意識しないようにすればそのまま普通に会話して、こっちの音をなんとなく意識の外に追い出すみたいなことがしやすかったりして、そこはちょっと骨伝導のいいところなんですけど、でやっぱりこれはさっき言ったみたいにやや緩めっていうか、何を基準にするかによりますけど、今まで僕が使ってた機種に比べると圧迫感は少なめで、つけていて聞き疲れしづらいです。で音質に関してもさっき言ったみたいに、ちょっと骨伝導ってさっき言ったみたいにこうやってこめかみにつけて聞くんで、少し音が耳から直接聞く音と全然違う聞こえ方をするわけですよ。なんだけど最初にだから骨伝導にはまったのはこのショックスの骨伝導のイヤホンで、ここのメーカーが今までいろんなメーカーのやつを使ってきたんだけど、そこから頭一つ二つ飛び抜けて音が良かったんですよ。でこのスントのウィングに関してはアフターショックスとかなり近いぐらい、音は明瞭に聞こえて、なんていうかな、違和感なく聞こえます。厳密に言うとね、このオープンランプロとの比較になっちゃうけど、高音域が若干足りなくて少しこもる感じが厳密に言うとあるっちゃあります。ただ僕はだから音楽よりもYouTube で音声を聞いたりすることが多いんで、そういう意味では声がシャリシャリした部分がなくて柔らかく聞こえて聞き疲れしなくてすごく楽なんですよ。なのでなんていうかな、当然これ今レビューの期間だったんで集中的に使おうと思って、これを使う時間が多かったわけなんだけど、でも基本的にはこれとこいつと
今はちょっと家に置いてきちゃったけど、オープンフィットっていうその耳に引っ掛けるタイプの、イヤホンと3種類のやつをなんとなくローテーションで使っていこうみたいな感じでいたんだけど、結果的に言うとこれを使う時間がすげえ自然に増えましたね。だからつけてて耳がこの圧迫感がなくて疲れないっていうことと、音質的にも疲れない音なんですよ。なんかそれが自分的にはだから結構つけっぱなしにして Kindle の本をずっと聞いていたりとか、その YouTube の動画みたいなものを流しっぱなしにしていたりする時間が、家にいてみたいな時にはそういう、使い方をすることが結構多かったんで、疲れないのは非常にいいです。ただやっぱ高音域が少し多分弱いからなんだと思うんですけど、外でつけて歩いている時に、例えば電車に乗っている時とかは、電車で止まってる時とか、その駅間のその歩いてる時の雑踏みたいなものの時は、例えば自分が普段聞いている YouTube 系のその人の声ですねに関しては、音量 iPhone でいうとこの半分真ん中あたりぐらいにしておけば十分聞き取れて、そのぐらいだと音漏れとかもあんまり気にならなくて、これやっぱこめかみで振動するやつなんで、どっちにせよ若干音漏れはするんですけど、何か例えば普通に道歩いてる時に周りの人に何かが聞こえるような音漏れの仕方じゃないんで、音量真ん中ぐらいで聞いとけばまずうるさくて外がうるさくて聞き取れないみたいなことはないので便利に使えていて、電車がそのガタンゴトン走ってる時間帯とかは音量は真ん中だとちょっと聞き取りづらいことが多くて、マックスまで上げなくてもいいけど、そのなんていうの0から100でいうと、その普段は50ぐらいで十分使えていて、静かなところで言ったらそれこそ30とか20とかまで下げても全然聞き取れて、で電車の中で使う時にはだから電車走ってる間とかは多分75とか80とか、そのぐらいまで上げないと声が聞き取れなくなる感じがあります。特に僕は 1.5 倍速ぐらいで聞くことが多いんで、早口だったりとかゆっくり解説動画みたいな機械音声とかだったりすると、だいぶ音量を上げるか再生速度をだからその 1.25 に下げるとか1倍に下げるとかしないと聞き取れなかったりはします。そのあたりはオープンランプロの方が若干聞きやすかったです。ただ聞き疲れしないという意味ではこっちの方が良かったりして、使いどころかな。これに関してもだから音量少し上げれば普通に聞き取れるんで、聞き取りやすさみたいなところで言うとそんな感じですと。音楽に関してはそうだな、普通のイヤホンを僕は日常使わないで、ほとんどだから骨伝導タイプなので骨伝導タイプ同士の比較になっちゃうけど、普通に聞けて、でも僕音質とかに細かいところにものすごい細かいうるさいタイプではないので、全然普通に使えるという感じです。だから音質にめちゃくちゃこだわるんだとすると、やっぱり骨伝導じゃなくて耳に入れるタイプになるんだけど、これはだから、耳を塞がないので、物理的にも塞がないので、さっきも言ったみたいにこめかみの振動で、音を聞くんで、外の音とさっきも説明したけど、このこめかみから聞こえる音って頭の中でちょっと違うルートで入ってくる感じがあるんで、外の音とかに気づきやすいんですよね。なのでこれで多分そのジョギングするとかはその音量とかいろいろ気をつけなきゃいけなかったりすると思うんだけど、耳を塞いでいないということで、非常になんていうかな、安全だと思います。なのでそのアウトドアで使うのに非常に適している、モデルかなと思います。あと充電方法に関して言うと、これはこのクレードルっていうか、その充電器みたいなものが本体に付属していて、でここにガチャッと乗せると充電のモードになります。こいつ本体は、本体にあるバッテリーだけで連続で10時間使用できるそうです。実際に自分でも使ってみてバッテリーはね、かなり持つなと。普通に使っていて1日の途中で切れちゃって再充電みたいなことは今のところ3週間ぐらいほぼ毎日使っていて1回もないですね。僕はだからこれを寝る時とかにちょこっとつけて、寝て消し忘れて夜中中ちっちゃい音で、何かが流れっぱなしになってて朝起きたらそれでも動いてましたねぐらいなので、充電に関して言うとっていうかバッテリーに関して言うとかなり強いというか持つ方だと思います。そしてこいつを、持ち歩いていればこれでプラス20時間なんで、例えばそのUSB とかモバイルバッテリーとか持たなくてもちょっとした旅行ぐらいだったら全然持つ感じですね。例えば旅行だったらそのカバンの中に大きなカバンの中にモバイルバッテリーなり充電器なりを USB が充電できる環境を持ってって旅先で1回充電するみたいなことはあってもいいと思いますけど、例えば日常で使う僕であればだからこんな感じのショルダーバッグを常にこうかけて持ち歩くんだけど、ここに
例えばなんかこれを常に入れて持ち歩くみたいな心配はあんまりしなくていいというか、自分は日常使いの中でバッテリーの残量で困ったことは一度もないです。ただこれのバッテリー自体は20時間使えて、かつ軽いので、そしてこれつけた状態で巾着に入れて持ち歩くみたいなことをすれば、これ自体はがさばらないんで、つけて、持ち歩いていくのも全然いいかなと思います。かっこいいですしね。そうだな。あとは、使ってて思ったのは、これ要するに充電してる状態で置いて充電する分にはここに USB のUSB-C の端子があって、なのでこの固定するパーツは必要なくて、これを机の上とかに充電器を置いといて、充電したくなったらここにガチャッと乗っければいいだけのことなんで全然いいんですけど、僕が言ったみたいにカバンの中に入れてこの状態で持ち歩こうと思うと外れるんで、これはなので多分固定するためのパーツってことなんだろうけど、この固定するパーツはついてきます。で付け外し自体は別にそんなに面倒くさくはないけど、一手間ですよね。なのでこの状態でうまいこと固定するか、これがここに固定されていてカチャと上がるとかね、なんかもうこのパーツなくしそうじゃないですか。これはだからもう一工夫あってもよかったかなとは思いました。今のところこれで不便を感じたことはないけど、多分なんか後継機が出る時にはきっとね、これが工夫されるなと思いましたね。あとはすげえ細かいことだけど、ここ USB-C なんですよ。これは僕は USB-C が好きなのでやったと思ったんですけど、こいつは、このクレードルがなくても USB のここにマグネットでカチャとつくこの充電のケーブルついてるんですよ。でここにこうやってつけるだけでも充電できて、この充電の種類が2種類あるっていうのはこれすげえいいところだと思うんですよ。だけどこっちは古い方の USB のタイプ A なんですよ。これあんまりもう全部 C に統一してくれよと思うんで、正直言ってこのぐらいのやつの数百円のやつを1個買えば済む話なんで、そんなに大騒ぎする話ではないですけど、ここが USB-C だったらこっちも C でよくないとはちょっと思いました。もしかしたら C の人でも古い USB-A の人でもどっちでも充電できるよっていう意味であえてバラバラにしてるのかもしれないですけどね。どうかな。もう C に統一して全然僕的にはいいんじゃないかなと思います。もしかするといろんなリサーチをした結果、まだ A の人が結構古い USB を使ってる人は結構いるぞみたいなことだったのかもしれないですけど、で例えば他の機種の比較するのもあれですけど、これもこういう、ケーブルがついていてケーブルで充電はできるんですよ。だけどこいつはこういうクレードルがないから、例えばこのケーブルで出先で充電しようと思ったらモバイルバッテリーを持っていかなきゃいけないんですよ。こいつはだからここでさらに20時間分の充電ができるんで、これだけ持っていけばケーブルはいらなかったりするんですよ。でケーブルだけ持っていって、例えば会社とか、ここにケーブルさせて充電できるんであればこれを持っていくだけで、逆に言うとこっちはいらないんですよ。だから自分の使い方で使いやすい方が選べるんで非常にいいです。今ちょっとここに持ってきてなかったけど、耳に引っ掛けるタイプのイヤホンも持っていて、そいつはこういうパカっていうAirPods とかと同じですよに、入れて使うタイプで、ケースに入れれば充電はできるわけですよ。だけどこういう耳に引っ掛けるタイプになったらちっちゃいでケースに入れないとなくすから、ケースに入れて使うのが前提なんでいいっちゃいいんですけど、こいつはこのイヤホン単体にこういうふうにケーブルをパチッとつけて充電はできないわけですよ。だからこいつはどっちも使えるようにしてるっていう意味では今までに僕が使ってきた中では一番そういう利便性は高いです。で、もう一個耳栓がついてきて、耳栓に関しては僕はあんまり使うタイミングがないんで、ショックスのやつにも耳栓ついてきて耳栓試したんだけど、耳栓をつけると骨伝導タイプは全体的に音質がめちゃくちゃ良くなります。そうです。音質的に 100% の力を出したければ耳栓をつけると非常にいいです。ただやっぱり面倒くさいっていうか、外の音が聞こえることがこいつの取り柄だったりするんで、なんだろうな、耳栓つけるのちょっと本末転倒っていう気がするのと、これを常に持って歩くのがなくしそうだったりするんで、僕自身は、音質的には僕は音声を聞くことが多いんで、音声が聞きやすければそれでいいやぐらいの人間なんで、どっちかっていうと音質にすげえこだわるわけではないんですけど、骨伝導タイプを使っていても耳栓をつけるとか何がしか外からの音をね、なんかカットするっていうか、でもやっぱり耳栓をつけた時にこいつの音圧が上がって、その音の厚みとかがボッと増すんですよ。ですごい没入感が出るんですよね。耳から聞くよりもだから自分の
脳内に直接語りかけてくるみたいな音の響き方がするんで、多分その没入感が高いんだと思うんですよね。ただ没入感が高いけど普通に使う分には普通のイヤホンよりも音質的にはペラペラというか薄くなりがちなんで、結局イヤホンがいいってことになるんだけど、もしかするとだからしっかり耳栓つけて、骨伝導みたいなのはそのイヤホンを超えるかどうかちょっと僕いいイヤホン音質的にめちゃくちゃいいイヤホンみたいなの持ってないんであれですけど、かなりポテンシャルは高いです。だから音質こだわる人はこれはね、なんか試してみるといいですよ。耳から聞くやつとはまたちょっと違う聞こえ方をするんでだったりします。ひたすら喋り続けてきましたが、トータルで見た時にそうですね、僕の中ではだからそのショックスっていうメーカーのすごいファンで長らくずっとショックス使い続けてきたんで、その思い入れはあるんですけど、今自然に使っていて、なんかこの充電の方式がどっちでもいけるみたいな便利さと、バッテリーがかなり長持ちすることと、何よりも本当つけていて疲れない、これもかなり疲れなくていいなと思ってたんだけど、それ以上に耳に対する負担がすごい小さいっていうところですごく重宝しています。あとはこれは本来的なこの骨伝導のヘッドホンの使い方じゃないんで、全く僕の使い方に言うところのっていう話で聞き流してくれていいんですけど、僕寝る時にちょこっとその動画一本見たりとか、眠くなるまで Kindle でだらっと本をお読み上げのモードにしてかけといて、眠くなってきたら切って寝るみたいなことを時々っていうかしょっちゅうやるんですけど、その時とかにここでこうやるとここが当たるじゃないですか。こいつは緩いんでこうやってちょっと上目にしておくと耳に痛くない状態でなんか枕にこう寝てても大丈夫なんですよ。まあそれはいいとこなんだけど、でももう一つ使い方としては寝る時はちょっとこっち側につけて、このなんか見た目がへんてこだけどこんな風にして使っておくことが時々あって、どっちの状態でも音量的にはここで音量の調整できるんだけど、一番小さい音にしてもこいつはこのまた比較しちゃうけど、ショックスのオープンランプロとかに比べると一番小さい音量っていうのが結構大きいんですよ。なので寝る時とかに静かなとこで聞く分にはこれのやつのもう一段低い音量が欲しい。1から10でいうとこれ0の次が 2.5 ぐらいなんですよね。そこの1が欲しいんですよ。1で一番ちっちゃい音でかすかに聞こえるぐらいで、なんとなくその音声で何か本の朗読みたいなものを聞きながら寝るみたいなのが僕は好きなんで、これアウトドアグッズなんで全くその使い方じゃないっていう、言われちゃうと思うんで全然あれなんですけど、ただちっちゃい音が出てくれた方がいい面は、静かな場所で聞く分にはこれの一番ちっちゃい音よりももうあと一段階ちっちゃくても多分いけると思うんで、あともう一個ちっちゃい音量が出るといいなとは思いましたね。そんな感じかな。トータルで言うと、非常に満足度が高い製品で、提供いただいてるからという忖度とかあまり関係なく、これは今後も多分自分のメインのヘッドホンになっていくと思います。確実に、非常にいいものをちょっと提供してもらって非常に喜んでおります。一気にスーンと自体はそのメーカーの名前は知っていたけど、腕時計とかね、なんかみたいなものでちょっと憧れの、自転車が好きで乗っていた時期とかがあって、スーンとの腕時計とか GPS がついてるやつとかなんかちょっと憧れがあった時期もあって、買おうかなってずっと迷ってたりした、自分の中ではちょっと憧れのあるメーカーで、そこから提供していただいて、それ自体は非常に嬉しいというか誇らしいというかだったりもあるんですけど、とにかくとても良かったです。パッケージも含めて非常に、製品としての体験が高いというか、なので値段的には Amazon で今28,000円ぐらいで売られていて、なので決して安い製品ではないんだけど、でもイヤホンのいいやつって大体そのぐらいは普通しますよね。でこの使い勝手であればかなりいいんじゃないかなと思います。という、スーンとのもどかしいのは、こういうのって実際聞いてるところの俺が聞いてるものを映像では伝えることができないじゃないですか。なのでちょっともどかしいんですけど、非常に良かったです。そうだな。あとついでに言うと、だから音量をマックスまで上げると、耳つけてる時に例えば電車の中とかで隣の人に何聞いてるかまでは多分分かんないと思うけど、なんかシャカシャカ言うのはちょっと聞こえるかなと思うんで、ちょっとだから音量を絞らなきゃいけなくて、でも電車の中で聞く時に、音量をちょっと上げないと聞き取りづらいところがあって、多分だから0から100で言うと、だからこの7と8の間ぐらいをうまくやると、隣の人に迷惑かからずかつ自分が聞けるみたいな、領域はあるんで、使えるは使えるんですけど、ちょっと電車の中とかで使う時に音量をちょっと上げ気味にするのが自分の中で唯一気になったところぐらいで、それ以外に関してはほぼほぼ満点に近いぐらいの、製品でした。あとは何だろうな、防水がこのケースの方が IP57 かな。でこっちが67で、67だとだいぶ
防水性高いですよね。その水につけても大丈夫ぐらいの防水性みたいなんで。やっぱアウトドアのメーカーなんでその辺強いんだと思うんですよ。こいつが57あるってことにちょっと驚きですけどね。そうか、確かに水が USB のここぐらいで水がついて困る部分がないのか。なるほどね。ということでした。なので、その防滴みたいなものもしっかりしております。アウトドアのメーカーなので。ということでした。一気に喋ってしまいましたが、自分としては今非常に気に入って毎日使っている製品であります。ありがとうございました。ではでは。一気に喋るだけ喋ってしまったんですけど、アプリとの連携についてあまり説明してなかったので、ちょっとだけ補足しておくと、スーンとのそのアプリがあって、ここで細かい設定をちょっとだけやることができます。まだそれほどその音量とか細かいイコライザーみたいな設定とかはそれほど詳しいものはなくて、ただこれを見てその追加でちょっと言っとこうと思ったんだけど、なんかね Bluetooth の接続がすげえ早いんですよ。他のなんかねBluetooth の機器に比べてなんか食いつきがいいっていうか、それはなんかちょっとおって思いましたね。なんだろう、アウトドア機器だからなんか強いみたいなのがあるのかな。なんかBluetooth のバージョンが新しいとかなんかあるのかもしれないですけど、でも自分が使ってる他のヘッドホンみたいなものと比べてもこいつのペアリング完了するのはなんかね1秒ぐらい早いんですよ。それはちょっといいとこかなと思いました。あとそうしっかり言い忘れてたけど、これは目玉の機能として、ヘッドジェスチャーという機能がついていて、ここで例えばこう2回うなずいたり2回首を振ったりすることで通話がかかってきた時に通話を受けるもしくは拒否するっていう選択ができたり、音楽を再生している時に首をこう横に2回振ることで次の曲へっていう機能がついています。で使っていて誤作動で何かしちゃったってことはその3週間経ちますけど今のところ1回もないです。逆に言うと、この意識してこう首を2回振ると、なんかこのぐらいの軽く振るだけで反応してくれるけど、ちゃんと1曲飛ばすみたいなのはできました。これは割といい機能かなと思います。誤作動が怖いなと思ってたんだけど、オンにしてみたら割と大丈夫でした。あとは LED ライトのさっき言葉で説明したけど、ここで試すことができて、これ常時ライトだとこうやって常時、ライトつけることができて、点滅ができて、あとは SOS っていうモードがあります。もしかすると真っ暗な場所で遭難してるみたいな時にもう喋る気力もないみたいな時にこういうものをどっか目のつくところに引っ掛けとくとかね、なんかそういうことで発見してもらえるみたいなことはあるのかもしれません。日常使いの時にここを常に光らせることはないと思うんで、もしかするとそうか、登山とかなんか暗いとこを歩く時とか夕方にジョギングする時とかはつけておくと、例えば自動車とか自転車みたいなところから見つけてもらいやすいみたいなのはあるのかもしれないですね。だからこれはやっぱアウトドア製品ならではの機能って感じがします。あと音量に関して言うと、ここにサウンド、標準と屋外と2種類モードがあって、切り替えることができて、屋外のモードだともうちょっと音圧が上がって騒音がある環境に適用するみたいなモードはありました。これをちょっと説明するの忘れてて、ただ今んとこ僕が聞いた範囲ではこの2つを切り替えても何か違うっていうほど劇的に、若干確かに屋外の方が少し音大きくなってるような気がするんですけど、それほど大きななんかその違いはないというか、そうですね、もうちょっとこのモードの切り替えちょっと劇的にしてくれるとか、高音を強調するとかね、なんかそのいくつかモード欲しいですね。今後のこの辺のアップデートには期待したいと思います。あとは、今ちょっと自分は設定してないけどデュアルデバイス接続ができるんで、2台までの Bluetooth の、機械に接続することはできますと。そんな感じかな。あとは例えばなんか著作権とかがあるから音楽をここでかけづらいなと思ったけど、例えば自分の動画を再生すると、ここから今音量が漏れていて、出ていて、例えばこのぐらいの静かな部屋の中であればこのぐらいが適正な、だからその音量調整でいうと真ん中iPhone でいうとね、真ん中あたりが僕のこの動画だと適正音量だと思うんですけど、日常で普段聞いている音量で、このぐらいの音漏れです。このマイクにちょっと近づけますけど、どうだろう、隣にいる人ってこのぐらいの、例えば電車で隣に座る人ってこのぐらいの距離、このぐらいの距離聞こえますかね。今自分が聞いてる感じで何喋ってんのかはわからないけど、音がしてるのは
かすかに分かるぐらいかな。最大音量にするとさすがにこれだと耳につけてる時うるさいからこんな音量にはしないと思うけど、最大にするとこのぐらいの距離から僕が喋っている動画の声が聞き取れますね。自分が鼻づまりについて話しているところですね。これがだからでももしかするとだからここが振動して音を出すんで、むき出しよりもここにつけてると音漏れって目立たないかもしれないですね。例えばこれで隣にいる人がこの辺にいるとしてどうでしょう、最大音量で。ぐらいの、今のが屋外モードです。これが標準モードです。なので、今ちょっとこれがどのぐらい聞こえてるのか分かんないですけど、音漏れ的にはこのぐらいの音漏れはありますっていうのは、この今のマイクの環境で本当に隣の人に聞こえている音量として認識されるのかどうか、そのマイクと実際の空気のこの通してのその音と違うんで分からないですけど、今自分が耳で聞いた範囲では音量最大にすれば隣に座っている人に聞いているものが静かだったら分かっちゃうぐらい、ただ何の曲聴いてるのかがメロディーがなんとなく分かるぐらいの音漏れはしてます。ただ最大の音量じゃないと思うんでね、普通に使う真ん中あたりの音量だとかすかにシャカシャカ言ってんなって分かるけど、何聞いてるのかは多分分かんないぐらいの音量です。だから電車の中とかで電車がガタゴト言ってたら多分かき消されて分かんないだろうなっていうぐらいの音量ですかね。それがだから駅で止まった時とかにちょっともしかすると一瞬シャカシャカ鳴ってるのが聞こえちゃうかもしれないぐらいの音量です。だからどっちかというとやっぱアウトドアで山道を歩いたりとかジョギングをしたりとかの時に使うものなのかもしれないですね。まあでも日常使いで全然自分は今だから日常使いで例えば電車の中とかでもずっと使ってるけど、例えば隣の人がちらっとこっちを見るみたいなことは一度もないので、まあ気にならないのかもしれないですね。今ここが静かな環境なんで、音漏れ的にはそのぐらいの感じで聞こえてるけど、屋外とかこういう静かな家の中じゃなければこんなには目立たないのかもしれませんが、音量的にはだから自分はこの音漏れで何か周りの人にその音漏れてるっていう意識を持たれたことがないので、多分そんなには気になるものではないけど、今静かなところで聞くと音が漏れてるのは分かるっちゃ分かるっていう感じです。というわけでトータルとしては僕的にはさっきも説明した通り自分の中のその今のメインのヘッドホンになっております。非常に気に入って使ってます。おすすめできる製品です。ということでした。はい。ありがとうございました。ではでは。